皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。皆さん、ベイブレード X から新たなるシリーズ UX シリーズが登場したんですけども、皆さん購入しましたでしょうか？僕のチャンネルではですね、最速でレビュー動画を公開しておりまして、なんと驚異の1時間超えを記録してしまったわけなんですけれども、それでも伝えきれないぐらい今回の UX シリーズマジで面白いなと思っております。そんなわけで今回はこちら、ドランバスターについて僕がおすすめしたいカスタム3選を今から皆さんにお話ししていこうかと思っております。ぜひね、最後までご視聴ください。はい。それではね、まずはこちらなんですけれども、こちらがウィザードロットの 960B。はい。今ね、ベイブレード界ではもうヘルズサイズからこのウィザードロットに、多くの方がね、移行されてるんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、まずはね、こいつをなんとか突破しないとドランバスターの火力っていうのは証明されないんじゃないかなっていうふうに思っております。そこはね、ちゃんとクリアできることを前提に、いろんなベイトぶつけて撮影した映像がどういった動きになっているのか、カスタムの特徴をちゃんと言語化した上で、皆さんのこのドランバスターを考えるカスタムの一参考になればいいんじゃないかなっていうふうに思っております。早速1機目はこちらになります。ドランバスター 560R。こちらのカスタムについては、僕が先日公式大会の方にお邪魔してきまして、そこでね、僕が実際に使用したベイブレードとなっております。で、お相手の方はね、確かウィザードロットのデフォルトカスタムだったと思うんですけれども、いろいろね、予想外のアクシデントはあったんですけれども、結果としてはバーストとオーバーフィニッシュを決めてくれたと。正直このドランバスターはデフォルトでもアタック力ね、めちゃめちゃ強いと思っているんだが、このブレードがね、変重心となっておりまして、めちゃめちゃブレます。そのブレた状態だと、このビットのね、ギアがエクストリームラインのギアと噛み合わず、滑らかなエクストリームダッシュができないと。ただ無駄にエネルギーを消費して、せっかくの勢いも、当たらないと意味がないよね。そんな課題を解決してくれているのが、こちらのカスタムになっております。まずブレについてなんですけれども、ラチェットですね。こちらのラチェットを560にすることで、多少なりと落ち着く動きに変化した印象です。で、それからブレードの裏側のね、メタルの配置を見ていきますと、これね、持った感じでもすぐわかるんですけれども、こちらの剣先ではなく逆の上側の方にね、メタルの密度がね、多く集中しているということで、上側がね、若干重くなっているんですね。ということは、この上側に重心が傾くので、このラチェットの560のこのね、突起している5箇所の位置があるんですけれども、この5箇所の位置のうち、この3箇所を、突起している箇所がね、ブレードのここの剣先側に来るようにセットして、このように、こうすることによって極力ブレを減らすことが可能になったんじゃないかなっていうふうには思っております。限りなくブレを安定させたところで、一撃特化したアタックの再現性を高くするために、こちらラッシュビットを採用します。このラッシュビットは10枚刃ギアによってエクストリームダッシュの速度が抑えられて、連続的なアタックが可能です。そうすることによってアタックの回数を稼げて、高得点をつかみやすい動きになっているかと思います。さらにはエクストリームダッシュした後も中心に残る軌道で当たれるし、傾いた状態でぶつかって相手をかなりね、吹き飛ばすことに優れているなっていうふうに思いました。こんな強烈な一撃を何度もエクストリームダッシュでぶつけられること自体、相手からしたらめちゃめちゃプレッシャーだと思いますし、ほとんど全てのベイブレードに対して問答無用で吹き飛ばせるポテンシャルがあると僕は思っております。続いてはドランバスター 560LF。 はい、こちらね、ドランバスターの一撃特化を低身長で決めに行くカスタムになっております。こちらは LF ビットが通常の F ビットよりも 1mm 低くなってエクストリームダッシュの加速力がアップしていると。よってシュートしてすぐにエクストリームラインに乗ってエクストリームダッシュを最大回転数でアタックしに行けちゃいます。その威力はね、もう最高値だと思っていて、低身長によるアタックでバーストもね、取りやすいカスタムになっているんじゃないかなと思っております。当たれば簡単に相手が吹き飛んでいく。軸先の径が太いため回転数が落ちても姿勢を保って
カウンターで飛ばすこともできると。スピンはいらないから高得点を取りに行きたいといったことであれば、こちらのカスタムのアタック力に期待してもいいんじゃないかなというふうに思っております。そして最後になります。こちらドランバスター 560P。 こちらはもう F ビットのようにエクストリームラインに乗っかって相手にアタックすることもできますし、軸先の突起部分によって中心でおとなしい動きになることが可能となっております。前半はアタックをしつつ、後半は中心に降りて、当たりに行くことができると。ドランバスターの火力を上げるんであれば、ギアポイントの選択肢もあったんじゃないかなというふうに思っております。若干機動力が落ち着いた印象にはなりますが、スタミナをね、後半までやや残せるといった感じになっております。バランス的な動きをさせたいんであれば、このポイントビットもね、悪くないんじゃないかなというふうに思っております。はい、本日はベイブレード X の UX ラインから登場したこちらのドランバスターのおすすめ改造について紹介させてもらったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ドランバスターは重量も 36g あるし、フェニックスウィングやコバルトドレイクの 38g 台にかなりね近づいたんじゃないかなっていうふうに思っております。もちろんね、このドランバスターって形状的に同回転はねやっぱり厳しいので、ちゃんとねアタックが入らないと全く勝ち目がないっていう印象はあります。そういうネガティブな印象は皆さんにちゃんとお伝えした上で、とはいえ今やもうアタック力最強といったらやはりこのねドランバスターになってきたんじゃないかなっていうふうに思っております。なので皆さんもぜひね、このドランバスターを新しいアタックベイの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今回このドランバスターのおすすめ改造について3選紹介させていただきました。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から商品レビュー、あとはベイブレード X のシネマティックな映像表現もやっておりますので、ぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルルカでした。バイチャ。